こんにちは、まいです。今回はルームツアーをしていきたいと思います。今の新しいお家に引っ越してからあっという間に約半年が経ちました。暮らしも少しずつ落ち着いてきたので、今の我が家をご紹介したいと思います。ミニマリズムな暮らしに惹かれ始めてから8年が経ちました。物を極限まで減らしたストイックな暮らしではありませんが、家事がしやすいことと心地よく過ごせることを大切にしながら今の暮らしにたどり着きました。今回はそんな私が実際に暮らしているお気に入りの空間や毎日を楽にしてくれる工夫をご紹介します。それでは行ってみましょう。まずは玄関からご紹介します。靴は家族それぞれが普段履くものに加えて、宅配便を受け取るときやゴミ捨てなどちょっと外に出るとき用のサンダルを並べています。以前は玄関掃除に小さな白ほうきを使っていましたが、引っ越して掃除する範囲が広くなったので大きめのほうきに買い替えました。鍵や印鑑は最近雑貨屋さんで一目惚れして購入した木の器に入れて収納しています。下駄箱の中は私、夫、子供それぞれの靴をしまうスペースを分けています。私の靴は歩きやすい運動靴と約10年ほど履き続けてきたお気に入りのローファーの2足です。空いたスペースには防災用のポータブル電源やカセットコンロを収納しています。下駄箱の上の段は工具や夫のバイク用品、そして賃貸に備え付けられているものを保管する場所になっています。また玄関横にはもう一つ収納スペースがあり、ここには防災用品や日用品のストックをまとめています。こまごましたものはボックスを使って整理していますが、出し入れが頻繁なものはパッと見てすぐわかるようにただ並べるだけにして取り出しやすくしています。次はリビングです。ここは私が普段動画編集などの作業をする場所であり、子供がのびのびと遊ぶスペースでもあります。ダイニングテーブルは10年ほど前に IKEA で購入したコルクの天板を使って自分で DIY したものです。最近は子供の落書きが少しずつ増えてきましたが、コルク素材なのであまり目立たず、それも味として楽しんでいます。合わせている椅子はリセノのダイニングチェアです。ファブリックの優しい風合いと木の足がお部屋の雰囲気によく馴染んでいて、とても気に入っています。座面がゆったりと広いので、よくミシェルと子供に前後から挟まれて座っていることもあります。子供の椅子はこちらのハイチェアを使っています。成長に合わせて座面や足置きの高さも調整できるので、これからも長く使っていきたいと思っています。テーブル横のカウンターには
ティッシュ代わりにも使えるキッチンペーパーやウェットティッシュ、お尻拭きを置いています。お尻拭きは子供の手が届くところに置くとまだいたずらされて全部出されてしまうので、手の届かないところに避難させていたら気づけばカウンターが定位置になりました。そしてお部屋の雰囲気を大きく変えてくれたのが、こちらもリセノで購入したフェイクグリーンです。本物の観葉植物も憧れましたが、前に枯らしてしまったこともあり、子供もいるので気軽に取り入れられるフェイクグリーンを選びました。いかにも偽物という見た目だったらどうしようと少し心配していましたが、実際に置いてみると遠目では本物のように見え、お部屋に自然な彩りを加えてくれています。手入れの必要がほとんどないので、気軽にグリーンを楽しみたい方にもおすすめです。ダイニングテーブル横のスペースは子供の遊び場として使っています。一般的にはソファーやテレビを置いてくつろぐ空間にすることも多いと思いますが、我が家にはそういった大きな家具がない分、この空間を広々と使えています。カーテンはレースカーテンとドレープカーテンの役割を1枚で兼ね備えたリセノのレースカーテンです。一般的なレースカーテンより少し厚みがありますが、日当たりのいい我が家では強い日差しを程よく和らげてくれます。夜になっても外からお部屋の中が透けて見える心配がないので、一日中安心して過ごすことができます。床に敷いているのはパークロンのプレイマットです。プニプニとした柔らかい踏み心地で、薄手なのにクッション性がしっかりあります。寝転んでも床の硬さを感じにくく、汚れてもさっと拭くだけなのでお手入れもとても簡単です。子供のものはここにひとまとめにして収納しています。収納棚は無印良品のスタッキングシェルフにソフトボックスを組み合わせて使っています。左側にはおむつや保湿剤などのケア用品、真ん中には洋服、右側にはおもちゃを収納しています。子供が毎日使うものなので、頑張ってきれいに並べることよりも、ポイッと雑多に放り込むだけのざっくり収納に落ち着いています。最近はお絵かきをしたり、タッチペンで遊んだりすることも増えてきたので、幼稚園の入園に合わせて大和屋のデスクとチェアを購入しました。リビングに置いても圧迫感のないデザインで、こちらも子供の成長に合わせて高さを変えることができます。子供もとても気に入ってくれたようで、今では自分からここに座って遊ぶ姿をよく見かけます。次はキッチンです。もともと収納があまり多くないキッチンだったので、引っ越しを機に食器棚を新調しました。使っているのはローヤの食器棚です。ケルトやオーブンレンジなどの大きなキッチン家電もすっきり収まり、ゴミ箱を置くスペースまで確保されています。ゴミ箱は袋を引っ掛けるだけのタイプに変えてから、ゴミ袋の交換がノンストレスになりました。上部の収納には食器やカトラリー、文房具や救急用品を収納しています。シンクやコンロ周りは掃除のしやすさを優先しているので、基本的にはすべて収納しています。出
しっぱなしのものを減らすことで、汚れが気になった時にさっと拭くだけでリセットできるので、この状態を保つようにしています。キッチン収納の中身や収納方法について紹介すると長くなりすぎるので、ここでは割愛します。別の動画で詳しくご紹介していますので、気になる方は概要欄のリンクからぜひご覧ください。次は洗面所です。ひときわ目立つ踏み台は少し前に IKEA で購入したものです。しっかり重さがありますが、成長とともに子供も自分で動かせるようになり、今では抱っこをしなくても自分で手を洗えるようになりました。洗面台の鏡裏は収納スペースになっています。我が家では使う人ごとに場所をきっちり分けるようにしていることが多く、真ん中を私と子供、両サイドが夫のスペースです。歯ブラシは私と子供で合わせて計4本使っているのですが、ダルトンのこの歯ブラシ立てが優秀で、あまりにも使い勝手がいいので、夫も真似して自分用に購入したほどです。その他には保湿アイテムやヘアケア用品など毎日使うものを収納しています。下の棚には洗剤のストックやボディクリーム、入浴剤などを収納し、細々とした日用品は引き出しにまとめています。電池収納には長いこと悩んでいたのですが、今はスタンダードプロダクツの電池をこの引き出しに並べて収納しています。残量が一目で分かりやすく、ピシッと敷き詰められて保管するのが開けるたびに気持ちよくて地味に気に入っています。こちらは我が家の三種の神器の一つ、ドラム式洗濯乾燥機です。ほとんどの洗濯物は乾燥までお任せしています。洗濯物を干したり取り込んだりする家事がなくなり、洗濯にまつわるストレスはほとんど感じなくなりました。今では我が家に欠かせない家電の一つです。洗濯機の上には備え付けの収納棚があり、無印良品のラタンカゴを使って夫婦それぞれの着替えやタオル、小物類を収納しています。さらに上にはニトリのボトルに入れた酸素系漂白剤を置いています。次はお風呂場です。お風呂場は汚れをためないことと掃除のしやすさを徹底的に意識しています。備え付けの棚はすべて取り外し、お風呂で使うものは吊り下げて収納しています。底が触れないようにすることで、気になるぬめりをできるだけ発生させず、お手入れもぐっと楽になりました。シャンプーなどを吊り下げるために使っているのは、無印良品の詰め替えパウチ用吊り下げノズルです。無印良品の詰め替えボトルに取り付けるだけでそのまま吊り下げて使えるので長年愛用しています。お風呂掃除のスポンジで特におすすめなのがサンサンスポンジお風呂掃除用です。食器洗い用はご存知の方も多いと思いますが、お風呂用は一回り大きく作られています。試しに使ってみたところ、本当にへたれにくくて交換時期がわからなくなるほど長持ちしています。泡立ちも水切れもよく、使い始めてからずっとお気に入りのアイテムです。子供のおもちゃはお風呂場には置きっぱなしにしていません。少し手間はかかりますが、お風呂のたびに持ち込み、
使い終わったら水気を拭き取って片付けるようにしています。そのおかげでカビやぬめりが気になりにくく、気持ちよく使える状態を保てています。次はトイレです。最近子供が絶賛トイレトレーニング中なので、少しカラフルな雰囲気になっています。使っている補助便座は見た目こそかなり存在感がありますが、機能性はとても優秀です。吸盤で取り付けるだけで簡単に上げ下げできるので、大人が使うときは上げておき、子供が使うときは下ろして使っています。以前はカラフルなデザインしかありませんでしたが、今はシンプルなカラーも販売されているので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ちなみに踏み台は洗面所で使っているものを兼用しています。上の戸棚にはトイレットペーパーや掃除用品などを収納しています。少し前まで掃除の回数を減らすためにトイレスタンプを使っていたのですが、最近夫がインスタグラムの掃除動画に触発されてしょっちゅう掃除するようになったので使わなくなりました。次は寝室です。寝室はマットレスだけを置いたシンプルな空間です。以前はベッドを使っていたのですが、子供が落ちてしまうのが心配で、思い切ってベッドフレームを手放しました。今は直置きにしているので、湿気予防のために気が向いた時にマットレスを立てかけて風を通すようにしています。その他に家具や物は何も置かず、寝ることに集中できる部屋として使っています。おかげで私も子供も夜はぐっすり眠りにつけるようになりました。最後はクローゼットです。ここは私専用のクローゼットとして使いながら、ラジオの収録部屋も兼ねています。そのためラジオ収録用のマイクやガジェット類もまとめて IKEA の収納ワゴンに保管しています。洋服はオールシーズンすべてハンガーにかけて収納しています。こうすることで持っているすべての洋服を把握することができ、衣替えの手間もなくせます。季節の変わり目には定期的に洋服の整理やお手入れをするようにしています。意識しているのは今本当に着ているものだけ持つこと。そうすることでお気に入りをしっかり着倒して手放すといういい循環が生まれるようになりました。上の棚のソフトボックスには電気毛布や外遊びグッズなど季節物のアイテムを収納しています。はい、以上がルームツアーでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。